皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR の三宮駅です。 JR 西日本 QR2 デーパスの旅2日目の旅の始まりです。昨夜はジャンボフェリーの船泊をしまして三宮駅に着いたのが朝の5時半。ホームに上がると下り列車始発の5時36分発の西明石行きが入ってきました。日曜日の始発ですが、座席がほぼ埋まって立ち客もいる乗り具合。スマホで調べ物していますが、朝ごはんをどうするか探しています。朝5時台となると24時間営業でないとやっていないですね。三宮から2駅目の神戸駅で下車。今日は2日目の初めに和田岬線に乗ってみます。和田岬線というのは JR の山陽本線の支線で、兵庫駅から和田岬駅までの 2.7km の路線です。今日日曜日は朝と夕方の1本ずつのみの運転なので、三宮に早朝に着いて向かってみようと思ったわけです。ちなみに和田岬線の乗り換え駅は隣の兵庫駅ですが、和田岬駅での折り返し時間が5分しかないので、往路は神戸市営地下鉄海岸線で和田岬駅に向かってみます。ということで神戸駅の改札口を出まして地下鉄の駅に向かいます。中央改札を出て右側にある南口です。神戸駅近くの地下鉄の駅はハーバーランド駅という駅名です。ここから地下鉄の駅へ。 JR 西日本ではないのでイコカで乗車です。6時2分発の新長田行きに乗ります。2駅目に和田岬駅があり、ここで下車。海岸線の電車はリニアモーターを使った小さめの地下鉄車両なんですね。子育てしやすい街になろうと頑張っている神戸。ちなみに神戸市営地下鉄の駅業務は近鉄が受託されているそうですね。近鉄の求人サイトを見ると今も募集が出ていました。エレベーターで地上に出ました。明るくなっていましたが、降っているのかいないかぐらいの小雨でした。駅前はこんな感じです。地図を見ると JR の和田岬駅はすぐ近くのようです。右方向に歩くとありました。行き止まりの線路でこれですね。駅の横にあるのはファミリーマートです。JR の和田岬駅としては改札口も券売機もない無人駅です。先ほど見えた線路の終点の車止めがあります。そして時刻表です。朝と夕方から夜にかけての運転で、平日はまだ本数がある方ですが、土曜日は少し減り、日曜日は朝と夕方に1本ずつの運転。今の時刻は6時20分。列車が来るまで1時間以上あります。兵庫駅に行けば24時間営業の吉野家があり、朝食にありつけましたが、ちょっとスケジュールをミスりました。あのまま兵庫駅へ行き、朝食を食べて、また神戸駅へ戻って地下鉄に乗れば、和田岬駅で30分ぐらい時間があったと思います。ということで、先ほどのファミリーマートでパンを買い、ベンチのないこの駅で立って朝食をいただきました。さて和田岬駅はホームの横から直接外に出られる階段が何箇所かあり、ちょっと面白い構造になっています。ちなみに和田岬駅は IC カードで乗車可能ですが、駅に自動改札はなく、兵庫駅の自動改札をタッチしてくださいとありました。パンの朝食を食べ終えてもまだ50分ほど時間があるので、駅の周囲を歩きました。日曜のこんな朝の時間に駅周辺を歩く不審な人と思われてませんように。駅からも見えている和田宮という神社の境内にお邪魔して歩いてみたり、神社を後にして駅に戻ります。
ということで、ようやく和田岬線の列車の時刻が近づいてきました。折り返し兵庫行きとなる列車が到着。車内は広告が一切ありませんでした。乗客はおそらく和田岬線に乗車目的の方がほとんどでしょう。駅周辺の企業に通勤されている方のためにある路線なので、会社がお休みの日曜日はこうなるのでしょう。7時29分、和田岬駅を発車です。先ほど渡った踏切です。あまり速度を上げずに、このぐらいの速度のままで兵庫まで走り抜けました。この踏切を渡ったあたりで、線路のすぐ左にブロックらしきものが並んでいますが、廃止された金棒前駅のホーム跡のようです。そして間もなく渡る短い鉄橋は和田旋回橋。この川は兵庫運河と呼ばれ、運河を通る船が通れるようにこの橋を旋回橋としたそうです。日本最古で最初の鉄道可動橋ですが、現在は旋回機構は撤去されて回りません。線路が左側に触れたあたりから左側に見えるのは鉄道車両を作っている川崎車両兵庫工場。この先で左から現れるレールと合流します。ここから完成した車両を機関車で牽引して納品先の鉄道会社まで運びます。レールをきしませながら急カーブを曲がっています。 JR 神戸線が見えてきました。 JR 神戸線より一段下に見えるのが、先ほどの工場から出荷の甲州輸送に向かう新車が通ったり、和田岬線の車両が車庫に戻るための線です。シーザーズクロッシングのポイントを通過して兵庫駅のホームは間もなくです。右の線路はここで進行方向が変わるので、新車を運んできた機関車をつなぎ直すための着回し線でしょうか。ということで4分ちょっとで兵庫駅に到着。ホーム先の通路を歩いていくと、和田岬線の利用方法の表示がありました。兵庫駅で電車を降りてからここで切符を買うとなっています。この券売機です。 JR 西日本 QR2デーパスで改札を通ります。この改札口を通過で和田岬駅改札から入場したことになっています。 JR 神戸線側から見た和田岬線への改札口、夕方まで列車がないからでしょう。全改札が通れなくなっています。本来は和田岬駅に置くべき精算機を兵庫駅に置いているので、兵庫駅で降りる乗り越し精算の方はこれを使わないようにと注意喚起しています。兵庫駅は1930年に高架化された駅。昭和レトロモダンな雰囲気が漂います。こうして兵庫駅の改札も出まして、ここも昭和初期の雰囲気がありありと残っています。こんな感じで和田岬線の乗車を終えました。確か客車列車時代に一度乗っているはずなのですが、きれいさっぱり記憶に残っていないので、初めて乗った気分でした。多分兵庫駅から和田岬駅まで乗り、とんぼ帰りですぐ折り返したのでしょう。さて JR 西日本 QR2デーパス5日目の旅はまだまだ続きますが、この動画は一旦ここまでにさせていただきます。続きの動画をお楽しみに。一番後ろが8号車です。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。